皆さん、韓国人は反日だから日本製なんて嫌いなんでしょ、こう思う方多いですよね。実は韓国人はそんな人たちだけではありません。日本旅行で日本製品爆買いツアーしてる人たちがいるんです。ドラッグストアでカゴ山盛りにして、ドンキホーテで深夜まで徘徊しているんです。なぜそこまで日本製が人気なのか。僕は韓国で19年、日本で9年暮らした韓国人です。この動画では韓国で本当に売れている意外な日本製品7選を韓国人目線でリアルに解説します。実はここには日本企業の変態レベルのこだわりが隠れているんですよ。まず一つ目、文房具です。日本の文房具を使い始めると本当に戻れなくなると思うんですね。特に人気なのがゼブラとか、三菱鉛筆とかペンテルだったりとか、日本人からすると普通なのかもしれません。でも、特に僕が見た時に道具の質念を感じたんですね。例えば 0.3mm のシャーペン。韓国では超受験社会だから1日10時間ぐらい勉強する学生も珍しくないです。僕も育った経験があります。だから書きやすさだったりとか、楽しさっていうのが命なんですね。そんな中で僕当時ペンテルの MG0.3 っていうのとアインというブランドの消しゴムとアインステインの芯、これを自分のカスタムで組み合わせて、これで一日中勉強してたんですね。これで書いてると質感、グリップ感、面白さのバランス配分が良くて、勉強するのが楽しかったんですね。筆圧が軽くする、芯が折れにくくする、インクの粘度を調整する、グリップの疲労を減らすみたいな、こういった一つ一つこだわりを入れて、この文房具を作っていたってことが僕は感じていました。だから勉強は苦しいものから楽しくさせたものってして、印象に深く残っています。で、二つ目は薬、ドラッグですね。韓国人旅行客が日本で一番訪れる場所は多分ドラッグストアだと思います。イブ A 錠だとか、ロキソニン、キャベジン、サロンパス、メグリズム、メラノシシとかですね。日本で来てなぜ買うかというと、症状ごとの細かさ、性能が異常なんだと思うんですね。頭痛でもその中で生理に特化したりとか、E の薬であっても食べ過ぎた時の用途とか、目薬でも乾燥用とか充血用だったりとか、ここまで分けてるのレベルで一つずつちゃんと効いてるってことですね。口コミとして韓国ですでに10年前ぐらいから日本の薬、ラスボスとか、日本行ったらここ買えみたいな流行ってるからもうすでに知ってる状態で来て買ってる方多いですね。こういうものって韓国の会社が輸入して韓国に売ろうとすると、これ医薬品周りだから、その規制とても強いですよね。だから日本に行ったら買って、自分用として買って帰るっていうのが大きいと思います。だから皆さんドンキ行くと、もう袋両手に持つ韓国人大量にいると思うんですね。3番目はキャラクターグッズです。韓国の若者女性に日本のキャラめちゃくちゃ強いと思うんですね。特にちいかわね、これ強いと思います。韓国のカフェ行くと、スマホケースとかぬいぐるみとか、キーリングのどこかにちいかわが入ってるケース、昔はゼロだったんですけれども、今はそういう人たちを見ても、おー、そうなんだ、的な感じなんですね。これ面白いのがですね、昔の韓国はワンピースとかドラゴンボールみたいな男性の、そういった漫画が中心でした。今は違ってて、この可愛いと感情が韓国にも共有されているんですね。例えば、ちいかわってただ可愛いだけじゃなくて、なんか人生辛い。でも頑張る。みたいな感情入ってると思います。これが韓国の10代、20代、30代の女性に刺さってると思うんですね。ちいかわだけじゃなくて、サンリオとか好きな韓国の方、若者の方多いです。だから日本のサンリオショップに行ったら理性失いますね。4番目、ウイスキーです。これは30代、40代、50代の男性に多いですね。日本のウイスキーが高級資産みたいな形になってるんですね。例えば山崎とか響とかこういうの有名だし、高級っていうイメージありますし、僕最近韓国行きましたが、韓国コンビニでハイボールめちゃくちゃ置かれてるんです。昔ね、高級なお酒って言ったら、バランタインっていうんですか有名だったんですが、この5年、10年ぐらいでバレンタインじゃなく
で、日本の響きとかお酒、ウイスキーが一つずつ入っていってる的な感じですね。これ、韓国に輸入して韓国で、その業者通じて買おうとすると、関税とか、酒の税金とかで、日本の価格の1.5倍から2倍になることもあります。例えば日本で3万円だとしたら、韓国で5万円とか払わないといけない場合があるんですね。だから日本旅行に行った時に、日本の現地で現地価格で買って、多分一品だったのかな。いくらまではその税金かからないから、その用途として韓国に持って帰るっていうのがあるんですね。5番目はですね、家庭用のゲーム機ですね。韓国はパソコンゲームの大国です。若者はネットカフェでゲームをすることが趣味であるほど、そこで一日中時間を送ることもあるほど、韓国はパソコン文化めっちゃ強いです。パソコンでゲームをしてるんですね。その韓国でパソコンじゃない方、家でやる家庭用ゲーム機だけは、昔から今まで、日本のメーカー強いですね。具体的には、任天堂さんとソニーさんですが、本当に強いですね。任天堂さん、僕小さい頃は任天堂 DS 韓国に入ってきて、僕夢でしたし、お母さん説得して任天堂 DS 買ったんですが、僕がちょっと悪いことしてしまって、お父さんにこっそり買ったのがバレて、その任天堂 DS がもうなくなったことがあります。昔から今まで超人気なんですね。子供とか女性とか家族だけじゃなくて、ゲーム好きな人も、家庭用ゲーム機ならこれ、Nintendo Switch 買うって空気があると思うんですね。PlayStation はちょっとコアな人向け売れてるイメージがあります。もう一段面白いのは、特に Nintendo さんはゲーム機にキャラ、アニメ、IP ってことを載せてますよね。マリオ、ポケモン、ゼルダみたいな、ただ単なゲームじゃなくて、その裏のストーリーまであるっていうのまで含めて考えると、これまでも今でも、これからもずっと日本が強い市場なんじゃないかなというふうに思います。で、6個目はカメラです。韓国で本気で写真撮るなら、もう日本製も当たり前なイメージですね。特にキャノン、ソニー、ニコン、この3社は絶対王者です。これは韓国に限った話ではなくて、今世界市場を見ても、この3社はずっと強いですね。で、例えば YouTuber やりたいです。Vlog 撮ります。Instagram でキラキラ写真撮りたいですってなった時に、スマホだけじゃ限界あるよなってなりますね。焼けつぶれる。背景のボケが浅い、肌の立体感が出ない、ライブ会場で自分の推しを綺麗に撮りたいってなった時にカメラ、その中で日本カメラが登場すると思います。ソニーのフルフレーム一眼カメラとか、キャノンのミラーレスカメラは特に人気ですね。で、僕も昔キャノンの 6D Mark II という一眼カメラ買って、とても楽しめた経験ありますし、僕の知り合いもソニーの α7 なのかなのシリーズ使っています。で、こういったカメラ技術って、レンズ、センサーとか、数十年単位の技術力が必要なんだから、これからもずっと強そうなイメージはありますね。ただ、カメラは買う人がどんどん少なくなっているから、市場が縮小しそうだなっていう、感覚的なところはあります。で、7つ目はですね、お菓子ですね。韓国人が日本旅行行って、日本人も日本旅行して、最後必ずやることって、お菓子爆買いですよね。東京バナナとか、ロイズとか、白い恋人とか、抹茶キットカット、こんにゃくゼリーだとか、そういったものを買います。韓国の方、空港の免税店だったりとか、ドンキホーテに行くと、段ボールレベルでそういうの詰めてる方がいるんですね。そこでさらに悪魔的なのが、限定文化ですよね。北海道限定、空港限定、春限定、桜限定、こういう限定見ちゃうと、買っちゃうんですよね。そもそも旅行に来てるんだから、今のこの時間しか日本に入れないのに、今の時間しか売ってないってなると買っちゃうんですね。あと、パッケージも、強いかなと思っていて、パッケージのデザイン、特にどういう柄を入れるかだが、例えば高級品とかですと、
ただ単にその段ボールに運んだだけじゃなくて、段ボール開けてからも、その中ではさらなる高級さあるじゃないですか。こういったものが愛されてるんじゃないかなというふうに思いますね。日本って僕本当に不思議な国だと思っています。薬一つ、シャーペン一つ、お菓子一箱、そういう小さなものにまで、職人みたいな魂を入れる。だから、韓国人だけじゃなくて外国人でも、日本旅行で日本のことが好きな方は、そういうことに気づいて、もう両手いっぱいで買っているんじゃないかなというふうに思います。僕が見ている日本の好きなところって言えば、細かさへの質ね、職人精神、最後まで仕上げる、そういう完成度にあるんじゃないかなというふうに思います。皆さんはこれは日本ならではのものですって思った商品がありますか？あればぜひコメント欄で教えてください。以上、パックンでした。アンニョン。